こんにちは、工芸てっちゃんです。今日の工芸てっちゃんがおすすめしますはこちら、ボッシュの電動ドライバーボッシュゴー3です。はい、ボッシュと言いますとハンマードリルとか大きな電動工具をイメージされる方も多いかと思いますが、このような小型の電動ドライバーもラインナップされているんですね。そしてボッシュゴー3ということでですね、こちら3代目のモデルになります。初代ボッシュゴーから数えて3代目ということで進化し続けたこのボッシュゴー3。今日はですね、そんなボッシュゴー3の特徴と、新たに加わった新機能を3つ、ポイント3つでご紹介いたします。まずはボッシュゴー3の特徴です。はい、こちらがボッシュゴー3になります。ケースもですね、以前のものに比べるとコンパクトになりましたね。そしてここラッチを開けるとここにビットが入っております。プラスの0番、1番、2番、マイナスにトルクス。はい、このトルクスがね、ヘックスだったらもっと良かったんですが、プラスの0番のビットがあるのは嬉しいですね。そしてビットアダプター、奥まったネジにアクセスする時のエクステンションとして使うといいと思います。はい、そして開けるとこんな感じでボッシュゴー3が入っております。ブルーボッシュです。ボッシュにはグリーンボッシュとブルーボッシュと、2種類のねラインナップがありまして、グリーンボッシュは DIY 向け、ブルーボッシュはプロ向けということです。実はこのボッシュゴーもですね、初代ですね、初代はグリーンボッシュでした。2代目からブルーボッシュになりまして、プロ向けの電動工具として販売されております。ここでこのボッシュゴー3の特徴をね、少しご紹介します。今回ですね、バッテリーが 1.5 アンペアから2アンペアにパワーアップしております。これによってですね、3.8 の35の長さの木ネジですと170本、ね、打ち込めるようになってます。そして充電方法は USB-C ということで、また、はい、これね、ブレーキ付きにもなってます。ビットをつけた方が分かりやすいですね。よいしょ。ね、はい、スイッチを離すとこのようにすぐ止まるようにブレーキ付きになってまして、回転数なんですが毎分360回転ということになっております。そして締め付けトルクもですね 0.1 ニュートンから5ニュートンまでというトルクになってます。はい、そんなボッシュゴー3のですね最大の特徴は、今ここスイッチをしましたけど、スイッチがですね2箇所にあるということです。まずこれがですねメインスイッチになります。はい、ここで回転方向を決めます。右回転、左回転、固定。この固定にしておきますと普通のドライバーとして使えますので、しじめとかね、そういう時に使うモードになります。そして回転方向を決めて、ここがスイッチのオンオフですね。このスイッチもですね、以前は丸いボタンでしたが、このように大きくなって押しやすくなってます。そしてもう一つのスイッチはどこにあるかというと、ここです。相手に押し当てるとスイッチが入って回転します。ですからこのような、鉄のネジですね、これを打ち込むときはこのね、押し込むとスイッチが入るこのモードが使いやすいですね。連続作業の時に、やりやすいですね。そんなですね、スイッチの入れ方が2つあるというのがですね、このボッシュゴー3の特徴なんですが、そのスイッチどう使い分けるかということなんですね。先ほどのこの鉄のように相手が硬い時は押し当ててもいいんですが、はい、例えばね、このような木ですよね。相手が柔らかい木の時にこの押し当てるモードを使うと斜めに入っていってしまう可能性があります。はい、まずはこのねメインスイッチで当たりがつくまでですね、このようにちょっとね調整しながらネジを打ち込んでいきます。そしてある程度当たりがついたところでぎゅーっと押し込んでいくと、このようにネジが打ち込めると。このようにですね、相手の素材に分けてですね、このメインスイッチとこの押し込むスイッチです。これを使い分けるといいかと思います。では続きましてですね、進化した新たに加わった機能をポイント3つでご紹介いたします。まず1つ目はここですね。はい、ビットの取り付けがですねロック式になりました。ロック式、これによってですね、今まで使えなかった両頭ビット、ここからここが 13mm の両頭ビットがですね、
はい、このように取り付くようになりました。これは嬉しいですよね。はい、両頭ビットを使っている方ね、多いですから、この両頭ビットがつくようになったというのがですね、ポイント1つ目です。そしてポイント2つ目ですね、ここのクラッチです。はい、先ほどもクラッチが効きました。ここですね、0.1 ニュートンから 2.5 ニュートンまで7段階でクラッチが選べます。今までもあったんですが、5段階から7段階に進化したというのがですね、新しい機能です。はい、0.1 から 2.5 ニュートンまで7段階でクラッチを調整できます。そしてこちらマックスにしますと、ここは最大5ニュートンになります。ここはクラッチ効きませんので、5ニュートンの時は気をつけてください。かなりグッと持っていかれますんでね。はい、そんな形でクラッチは7段階で使い分けができるということです。そしてここですね、スイッチを入れると LED ランプがつくようになりました。薄暗い場所での作業の時にとても便利な LED ランプ、約8秒ぐらいついております。そして、ここの固定モードの時もスイッチを押すとつきますね。電源が入った時だけでなくて、ここの固定モードの時もスイッチを押すとつくというのも嬉しいですね。そしてここはですね、電池の残量のインジケーター起動も兼ね備えています。電池がなくなってくるとスイッチを入れるとですね、パコーンパコーンとですね、1回かな2回かな、点滅して、そして点灯するということです。そして充電中もですね、点滅している時は充電中、満充電になると点灯するということで、そんなねインジケーター機能も兼ね備えた LED ランプが新たに加わったということです。はい、いかがでしたでしょうか。ボッシュゴー3独自の特徴と新たに加わった3つの機能でね、さらに使いやすくなっております。今お使いの電動ドライバーと使い分けてね、ぜひ使っていただきたいなと思います。こちらの商品はファクトリーギア各店と通信販売で購入できます。よかったらぜひお試しください。ということで、今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますはボッシュの電動ドライバーボッシュゴー3でした。